人間の脳は約20万年もの進化の過程で親子の絆を深める特殊な神経回路を発達させてきました。特に幼少期の脳は父親との関わりによって活性化する領域があり、その影響は成人後の人間関係にまで続くことが分かっています。多くの父親が見落としがちなのは、子供が表面的に見える要求の裏に隠された本当のニーズです。一緒に遊んでという言葉の裏には、単なる遊びではなく、自分を大切に思ってくれていることを確認したいという深い欲求が隠されています。発達心理学、愛着理論の研究では、子供の本質的な要求に応えることが、自己肯定感と情緒の安定に決定的な影響を与えることが示されています。特に注目すべきは、子供が求めているのは完璧な父親ではなく、自分の気持ちに寄り添ってくれる存在だということです。今日は、子供が言葉では表現できていないけれど、本当に求めている父親の関わり方を科学的視点から解説します。これを知ることで、完璧を目指す必要なく、子供の心に届く関わり方ができるようになります。それでは一緒に見ていきましょう。1、疲れていてもただいまと目を見る瞬間。仕事から疲れて帰宅したとき、子供のおかえりに対して、スマホを見たまま、と返してしまったことはありませんか？実は、子供は、この最初の5秒の反応に、自分の存在価値を確認しようとしているのです。愛着形成の研究によれば、子供の脳は、親からの見られているという感覚に敏感に反応し、たった数秒の目線の合う挨拶でも、安心感を司る脳の報酬系が活性化することが分かっています。特に父親からの認識は特別な価値があります。今は疲れていて、構っていられないと思うお父さんもいるでしょう。しかし子供が本当に求めているのは、長時間の遊びではなく、まずあなたを見ているという承認のシグナルなのです。たとえどんなに疲れていても、帰宅時の最初の5秒だけは、スマホやテレビから目を離し、子供の目を見て、おう、ただいま。と答える習慣をつけましょう。必要なのはたった5秒だけの意識的な目線です。このような短くても意識的な認識が、子供の自分は価値ある存在だという根本的な安心感を育み、将来的には自己肯定感の土台となるのです。完璧な父親でなくても、この小さな瞬間の積み重ねが子供の心を満たします。2、優しく肩に触れる瞬間。子供が何かに取り組んでいるとき、そっと肩に手を置いたり、背中をさすったりする経験はありませんか？実はこの何気ない身体的接触こそ、子供が言葉で表現できずとも、心の奥底で求めている安全基地の感覚なのです。触覚研究によると、親からの優しい接触は、子供の体内でオキシトシンという安心ホルモンを分泌させ、ストレスホルモンのコルチゾールを低下させることが分かっています。特に父親からの触れ合いは、母親とは異なる安心感を提供します。男の子には甘やかしすぎない方がいい。スキンシップは恥ずかしいと感じるお父さんも多いでしょう。しかし子供の脳と心は、言葉よりも先に体感覚を通して安心感を得るよう設計されているのです。子供が緊張している時や何かに集中している時、そっと肩に手を置いたり、頭を撫でたりする小さなジェスチャーを意識してみましょう。特別なことをする必要はなく、自然な流れの中での短い接触で十分です。この言葉なしの安心感が、子供の深層心理に自分は守られているという根源的な信頼感を築き、将来的にはストレス耐性と情緒の安定につながるのです。子供は言葉では遊んでと言っていても、実はそばにいる感覚を求めています。3、失敗しても次はうまくいくと信じる姿勢。子供が何かに失敗したとき、つい、だから言ったでしょ、ちゃんとやりなさい。と否定的な言葉を投げかけてしまうことはありませんか？実は子供が深層で求めているのは批判ではなく、失敗しても自分の可能性を信じ続けてくれる存在なのです。発達心理学の研究では、父親が子供の失敗に対して、次はうまくいくという姿勢を示すことで、子供の成長マインドセットが強化されることが分かっています。特に父親からの信頼は、子供の挑戦意欲に決定的な影響を与えます。しっかりしつけなければと思うあまり、厳しい言葉をかけてしまうお父さんもいるでしょう。しかし子供の脳は批判よりも、次はできるという期待の言葉に強く反応し、そこから学習と成長の原動力を得るのです。子供が失敗したときは、まず、
大丈夫、誰でも失敗するよ。と受け止め、次はどうすればうまくいきそと前向きな問いかけをしてみましょう。子供の力を信じる姿勢が伝わるだけで、子供の挑戦する勇気は大きく変わります。このような失敗を成長の一部として受け入れる姿勢が、子供に挑戦しても安全だという感覚を育み、将来的には困難に立ち向かう、レジリエンス、回復力の土台となるのです。子供は正しい答えよりも、挑戦する勇気を与えてくれる父親を求めています。4. 何分後にやるよと約束して守る姿勢。子供の一緒に遊ぼうという誘いに、仕事や家事で忙しくて今はダメと断ってしまうことはありませんか？実は、子供が最も求めているのは今すぐではなく、約束を守ってくれる誠実さなのです。子供の時間認識に関する研究では、子供は大人が思うよりもずっと約束を守るという行為に敏感で、小さな約束が守られる体験の積み重ねが、基本的信頼感の形成に決定的な影響を与えることが分かっています。今は忙しいと断るのに、罪悪感を感じるお父さんも多いでしょう。しかし子供が本当に傷つくのは断られることよりも、約束が守られないことなのです。明確な時間を示し、それを守る方が、ずっと信頼関係を築けます。子供の要求に対して、今はこれをしないといけないから30分後に10分だけ遊ぼう。と具体的な時間を約束し、タイマーをセットしましょう。時間になったら必ず約束を守り、短くても質の高い関わりを持つことが重要です。このような小さな約束を守る姿勢が、子供の世界は予測可能で安全だという基本的信頼感を育み、将来的には健全な人間関係の基盤となるのです。子供は長い時間ではなく、あなたは約束を守る人だという確信を求めています。5. 子供の話にそれでどうなったの？と興味を示す姿勢。子供がくだらない話を延々とするとき、と流し聞きしてしまうことはありませんか？実は子供が無意識に求めているのは、話の内容ではなく、自分の話に価値があると認めてもらえる体験なのです。コミュニケーション研究では、父親が子供の話に対して、それでどうなったの？と質問を返すことで、子供の脳の言語やと、社会性を司る領域が活性化することが示されています。特に父親からの質問は、思考の整理と表現力向上に強い効果があります。話が長くて退屈と感じるお父さんもいるでしょう。しかし子供にとって、自分の話に対する父親の反応は、自分の考えや経験には価値があるという自己肯定感の源泉なのです。子供の話を聞くとき、内容よりも、それでどう思ったの？なぜそうしたの？といった質問を意識的に投げかけてみましょう。これは子供の思考を深め、同時にあなたの考えに興味があるというメッセージになります。このような子供の話を価値あるものとして扱う姿勢が、子供の自分の考えには価値があるという自己肯定感を育み、将来的には自分の意見を持ち、表現できる力につながるのです。子供は答えよりも、あなたの話を聞きたいという姿勢を求めています。6. やってみせるよりやらせてみる姿勢。子供が何かに挑戦しているとき、つい、ほら、こうするんだよ。と先回りして教えてしまうことはありませんか？実は子供が真相で求めているのは、教えてもらうことではなく、自分でやり遂げる機会なのです。自己効力感の研究によれば、父親が答えを教えるのではなく、子供に適度な挑戦を与え、見守る姿勢を示すことで、子供のやればできるという自信と、問題解決能力が著しく向上することが分かっています。早く正しくできるように教えたいと思うお父さんも多いでしょう。しかし子供の脳は、答えを教わるよりも、試行錯誤のプロセスから圧倒的に多くを学び、その経験が自信と能力の土台になるのです。子供が何かに挑戦しているときは、すぐに手を貸さず、どうやったらできそと質問し、少し見守る姿勢を意識してみましょう。困っていても、う？あと少しで自分でできそうだね。と励まし、最小限のヒントだけを与えることが重要です。このような自分でやり遂げる経験を尊重する姿勢が、子供の自分はできる人間だという自己効力感を育み、将来的には困難を自力で乗り越える力につながるのです。子供は正解よりも自分でできたという達成感を求めています。7. 教えるより一緒に考える姿勢。子供が、なんで空は青いの？など質問してきたとき、つい、それはね、と説明モードになってしまうことはありませんか？
実は子供が無意識に求めているのは答えではなく、一緒に考える過程なのです。認知発達研究では、父親が子供の質問に対して即答するのではなく、どうしてだと思う？と子供の考えを引き出し、一緒に考える姿勢を示すことで、子供の批判的思考能力と創造性が大きく向上することが分かっています。正しい知識を教えたいと思うお父さんも多いでしょう。しかし子供の脳は、受動的に情報を受け取るよりも、自ら考え、発見するプロセスから、圧倒的に多くを学ぶのです。子供の質問に対して、すぐに答えるのではなく、それはいい質問だね。どうしてだと思う？と子供の考えを聞き、面白い考えだね。他にも理由があるかな？と対話を広げてみましょう。この過程自体が貴重な学びになります。このような一緒に考える姿勢が、子供の知的好奇心は価値があるという感覚を育み、将来的には自ら問いを立て、探求できる知的な自立につながるのです。子供は答えよりも、一緒に不思議を探検する仲間としての父親を求めています。8、子供の小さな声に耳を傾ける姿勢。子供の小さな変化やサインを見逃してしまい、後から、実は何々だったんだよ。と聞いて、驚くことはありませんか？実は子供が最も求めているのは、大きな出来事ではなく、日常の小さな声に気づいてもらえることなのです。子供の情緒発達研究では、父親が子供の微妙な表情や言動の変化に気づき、何か違うね。と声をかけることで、子供の感情認識能力と安心感が大きく向上することが分かっています。これは、特に言葉でうまく表現できない子供にとって重要です。大きな問題がなければ、大丈夫と思いがちなお父さんも多いでしょう。しかし子供の心の世界では、大人が取るに足らないと思う小さな出来事が、実は大きな感情的影響を持っていることがあります。子供の表情や態度の小さな変化に注意を向け、今日はなんだか元気ないね。何か考えてる？と声をかける習慣をつけましょう。すぐに話さなくても、話したくなったら聞くよという姿勢を示すことが大切です。このような小さな声に耳を傾ける姿勢が、子供の自分の感情は大切にされているという感覚を育み、将来的には自分の感情を理解し、適切に表現できる情緒的成熟につながるのです。子供は大げさな関心よりも、日常の小さな気づきを求めています。9、感情を抑える父親より正直に伝える父親。疲れやイライラを感じても、父親は強くあるべきと思って、感情を抑え込んでしまうことはありませんか？実は子供が無意識のうちに求めているのは、完璧な父親ではなく、感情を正直に伝えてくれる本物の人間なのです。感情理解の発達研究では、父親が適切な形で自分の感情を表現し、対処する姿を見せることで、子供の感情理解能力と対処スキルが著しく向上することが分かっています。特に男性の感情表現は、男の子にとって重要なモデルとなります。弱みを見せるべきではない。子供に負担をかけたくない。と思うお父さんも多いでしょう。しかし子供は親の完璧な姿からではなく、感情とうまく付き合う現実的な姿から、最も重要な人生のスキルを学ぶのです。疲れていたり、イライラしていたりするときは、パパ、今日は仕事で疲れてるんだ。少し一人で休ませて。と正直に伝えましょう。感情的になってしまったら、さっきはイライラしてたから、きつい言い方をして、ごめん。と素直に謝ることが大切です。このような感情を正直に伝え、適切に対処する姿勢が、子供の感情は自然なもので、うまく付き合えるという健全な感情感を育み、将来的には、自他の感情を理解し、健全に表現できる、情緒的成熟につながるのです。子供は完璧な父親ではなく、本物の人間としての父親を求めています。最後に、ここまで紹介してきた父親の関わり方には、共通して子供の深層心理に応えるという本質があります。子供は言葉では、遊んで、見て、と表面的な要求を出しても、その裏には自分を大切に思ってくれているか確かめたい、自分の存在に価値があると感じたいという深い欲求が隠れています。一見問題に見える行動も、実は満たされていないニーズを表現しようとする、子供なりの必死の試みなのです。完璧な父親である必要は全くありません。疲れている日も、忙しい日も、イライラする日も、等身大の自分のままで大丈夫です。重要なのは、子供が本当に求めている、見てくれている、大切にしている、信じているというメッセージを
小さな瞬間の積み重ねで伝えることです。子供は父親の完璧な姿ではなく、誠実に向き合う姿勢から、最も多くを学び、心の安定を得るのです。このチャンネルでは、科学的根拠に基づきながらも、現実的な子育ての知恵を分かりやすくお届けしています。今回の内容が、完璧な父親でなければ、という重圧から解放され、子供が本当に求めている関わり方に気づくヒントになれば嬉しいです。チャンネル登録やコメントで、あなたの体験や疑問をぜひシェアしてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。